雑談です。諸常寺です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何を雨がずっと降っていたんでね、本当にもう家も出ることなく作業を進めておりまして、9月5日にあります三股又蔵さんのねイベント、雷雨決行のオープニングをやっておりましたが、できまして、いいのができましたよ。ぜひね、配信でも現場でもご覧になっていただければなと思います。本当にかっこいいのができて、三股さんもありがとうと言っておりましたんでね、お楽しみにと。それからね、あれですよ、ついに手を出してしまいました。ゴースト・オブ・ツシマ生きのタンねやっちゃったよ。もうずっと我慢してたというかね、タイミングを見計らってたんですけど、ついに手を出しましたね。どれぐらい空いてる？半年も空いてないな。でも半年ぐらい空いてるのかな。久しぶりだったんで操作がもう全くおぼつかなくて、全く動けなくて、しかも始まった途端いきなり強い猛虎兵やたら強いんですよね。始まってすぐが。だからブランクがあったんでね、なかなか大変でしたわ。でも一つ二つと進めていきまして、やっぱり面白いね。話もいいし、坂池に伝わる音ね、声もいいじゃないですか。いや、本当にかっこいい。ただってこともないけど、時間がかかるからね、手を出しちゃいけないと思いながらも出してしまいましたんでね、やっていきたいと思っております。そんなところですかね、昨日は。で、見ましたですわ。どれを話そうかなと思ってたんですけど、諸常寺まであと1時間を見ましてね、第7話目ですか。これがちょっとこれまでの諸常寺とは違うというか、正直言って面白くなかったんですよ。で、なんだこの諸常ね、監督脚本はね、だから誰だとね、この面白くね諸常寺の監督は誰だと思ったら、大久明子さんという、スクール JCA1 期生なんだそうです。だからアンジャッシュの小島さんと同期だそうで、ピン芸人をしたり、その後女優をしたり、タレントをやったりして、今監督をなされてるそうなんですが、面白くなかったな。なんかずっとちぐはぐな感じというかね。ストーリー的には不運な女の子と諸常寺をしようとする男の子の話なんですが、不運な女性月子さんが一緒に帰ろうとすると雨が降ってきたりとか、ことをいたそうとすると突然電話がかかってきて会社が倒産したとかね、男の子の方がとか、そういったもうちょっとなんだろうな、脚本的にね、リアリティのある不運なところ、それもあるんですけど、頭をぶつけて鼻血が出るとかね、頭と鼻をぶつけて鼻血が出るとか、そういうところはあるにしても、もうちょっとなんかあるじゃないって、急すぎません？電話かかってきて会社が倒産するとか、外が雷雨でとかはいいにしても、なんかそういうね、なんだろうな、不自然さ、必然がない不自然さを感じるんですよね。あとね、これまでも諸常寺まであと何分っていうのが
ちょくちょくテロップで入ったりするんですけど、テロップの入り方がね、こう、横からつけた文字でバーってでっかく入るんですけど、あれもなんかよく意味が、見せ方も面白くないんですよね。で、ドラムの音でこう BGM をねやってるんですけど、あれもなんかリズムが悪いんだよな。だからテンポがねすごく悪いんだなと思って、これまでの回と比べてあまりにも面白くなさすぎて、本当になんだろうなと思ってね。いろいろ見たら他の作品何やってんだろうって見たら、そこそこ評判はいいんですよね。で、何でした？なんだっけな、アマちゃんののんちゃんが出たやつとかも撮ってるんですけど、それもそこそこ評判がいいみたいで、まあでも基本コメディみたいなの、あと松岡美優さんが出てるやつもなんか評判が良かったんですよね。でも、しかしこれ本当面白くなかったな。なんだろう、間が悪いというか、テンポがすごいギクシャクしてんだよね。こういうことやりたいんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんかお笑いってこう、緊張と緩和じゃないですか。こう、それのほぐし方というかね、緊張の持っていき方とかが、なんかすごくちぐはぐしてるんですよね。こう、締め切ってないのに緩めてるとか、なんかそんな感じがするんですよね。だから、あと、これで笑わそうとしてんだろうなっていうのが透けて見える感じ。だからしらけちゃうんですよね。裏切りがないというか、なんか、今までの少女王子と比べて本当に面白くなかった。これ正直言って、なんだろうな、出てる役者さんが悪いのかどうかっていうことも思ったんですけど、2人ね、基本的に2人の会話劇なんであれなんですけど、にしても、これ、やっぱ間だよね、見せ方というか、カメラもね、なんでここ手持ちで行ってんだろうみたいな、ね、ところもあったし、なんか、僕は面白くなかったっすね。本当に。ちょっとがっかりしちゃったな。本当に。皆さん見て確認してください。これお前が間違ってるよと言われるかもしれないですけど。いや、なんかね、本当に透けて見えんだよね。なんか、技術というか小手先はあるんだろうけど、それだけでなんかやってませんかって感じがすごく鼻につくというか、もう面白くないよって感じでしたね。ですね。話的に、でも話的にももうちょっとなんかその不運な感じ見せる感じってあるじゃんとかさ、ピタゴラスイッチ的な、だんだんこう、仕掛けというか、その不運が重なってドーンみたいな、とか、ねえ、あるじゃない、と思いながら、二人で、こうね、女の子の部屋に行って、男はやりたい、ね、女性も不運にしちゃうから、でもごめんなさいみたいな感じをこうほぐしていくっていう段になった時に、なんか急にウェルカムになってんなみたいなところとかね、なんかこう多分演じる方も結構ね、監督に詰めたんじゃないですか。これどういう感情で演じたらいいんですか。ほんとちょっとあれだったなぁと思ったのが正直、本当にね、お前が間違ってるよっていう感じでしたら、すいませんですけど、僕は面白くなかったんで、見て確認してくださいと。それがいて、あと、ね、お耳に合いましたらも見ましたけども、今日はよしておきましょうか。ね、面白かった。あれは、面白い。本当に、あれは良かったね。ただ、今回もう7話、
諸城寺までの1時間、ね、あと1時間。これ、7話中今んとこ最低ですね。最低って。一番面白くなかったわ。ねえ、次8本目どんなのが、合ってるか、ね、ちょっと楽しみにしながら、期待してたから裏切られたっていうのはあんだろうけど、にしてもだったよなって感じだったんで、まあ、見て確認してくださいといったところです。いや、本当に僕は面白かったな。コント、雷雨決行。ちょうど時間となります。これが面白くないって言われたらしょうがないけどさ。雷雨決行で三股さんのイベントが5日日曜日ありますので、ぜひ、配信でもね、いいのでご覧になっていただければなと思って、かっこいいのが、ほんとかっこいいのが、ちょっとね、見る目変わりますよ、三股さんの。それぐらい、と言っても過言ではないですね。てな感じですか。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。